今回は枠の傷の直し方を解説します。道具さえ揃えたら誰でもできるように詳しく解説しますので、ぜひこの自粛期間にトライしてみてください。家をきれいにして快適に過ごしていただけたら幸いです。まず必要な道具はパテを溶かすためにガストーチ、だいたい5000円弱ぐらいです。ライターをセットしてガストーチのようになるやつだとライターと合わせて1000円ぐらいだったと思います。パテを充電するためのヘラ、これはコーナーで買いました。これはスクレーパーなので先が鋭いのでサンドペーパーで削って刃先を丸くしています。ヘラの詳しい研磨方法は準備編の動画にありますので、ぜひ参考にしてください。次にカッターナイフです。なるべく使い古しの刃ではなく、綺麗な交換したての刃を使ってください。下地処理で使うのですが、刃がボロボロだと力を入れてしまうためミスして手を切ったり、傷が余計えぐれたりします。次に掃除用のシンナーです。掃除用なので量はそんなにいりません。次に写真にはないのですがウエスが必要です。ウエスはいらない T シャツの切れ端など何でもいいです。次にハードワックス F です。番号は色味なのですが、直したいものの色とそれより薄めと濃いめの3種類を買うことをお勧めします。どれだけ写真や色見本で確認しても少し色味が実物とは違うことの方が多いので、最悪濃かったら濃いめを混ぜたりして使うためです。まず傷をよく見て飛び出しているところをカットします。飛び出している部分をカットしなければ最終的に綺麗な形ができません。カットしていきます。手で触って飛び出ていないか確認しています。カットができたら傷の周りを押さえ込んでいきます。この工程は最終的に縁が出ないようにするためです。次にハードワックス F の充填です。この動画だとどうやってハードワックス F を溶かしてヘラに乗せてるかわからないので、別動画で見ていきます。バーナーでヘラを温めてハードワックスを溶かして乗せる感じです。ハードワックスを傷に引っ掛ける感じで傷の上に乗せます。ヘラの腹で押し込むように撫でていきます。ある程度形ができたけどハードワックスが足りてない場合、ハードワックスを必要な分足します。ヘラで撫でていくとき、コツはあまりヘラに熱を与えないで余熱程度で形を作っていくことです。これで形が完成しました。次に周りについたいらないハードワックスをシンナーで拭き取って完成です。傷の真上の必要なハードワックスは溶けてしまうので絶対に拭かないでください。完成です。簡単で綺麗に治りました。ずっと気になっていた傷がリペアで気にならなくなると毎日の生活が快適ですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。